最初にチェリーソースを取り出しておいて、冷蔵庫に移して解凍しました。1個得した。いい感じに伸びます。喉越しは最悪です。飲んでほしい味わいです。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。チェリーパンナコッタ、1680円です。ケーキコーナーの新商品です。製造日というか解凍日は今日、消費期限は6月19日です。まだね、凍っています。家族が食べやすいように取り分けていきます。最初にチェリーソースを取り出しておいて、先にパンナコッタからグラスに分け入れます。ナパージュとソースは混じってしまっていますけれども、ナパージュのおかげでパンナコッタにソースが染みてなくて綺麗な白色です。このグラスはティラミスのです。どんどんすくってて最後に気づいたんですけれども、下の方に黒いつぶつぶが沈んでいました。材料には書いてないんですけれども、多分ババロアミックスにバニラビーンズが入っているんだと思います。なのでね、ここでちょっとやり直し、バニラビーンズも均等になるように分け入れました。そしてチェリーソースをかけていきます。チェリーパンナコッタ全体量の動画はミスして残っていませんが、約 1.5kg です。そして約 1.5 リットル入っていました。ティラミスのグラスに移すと 132g なので、カロリーは306キロカロリーです。パンナコッタのつるんとしたイメージとは違ってザラフワなムース感、ババロアっぽい舌触りです。イメージと違ってても美味しいものは美味しいです。チェリーソースはフードコートのダークチェリーサンデーと同じです。アメリカンチェリーのコンポートですね。バランスの良い組み合わせで美味しかったです。ただですね、杏仁豆腐にも似ているチェリーコンポートの香りが苦手な人には無理なやつかもです。私は好きです。再冷凍になってしまいますが、ティラミスグラスと瓶にも入れて冷凍してみました。家庭用冷凍庫はゆっくり凍るので割れません。冷蔵庫解凍で食べましたが問題なかったです。ミニフープス798円です。直径6センチくらいのミニドーナツです。ベーカリーコーナーの新商品です。20個入り1個あたりは 39.9 円です。シナモンが香ってます。製造日は今日、消費期限は明日です。重さは 23g 前後、約100キロカロリーです。ふんわり柔らかくてシナモンシュガー味で美味しいです。シナモンシュガーにしては甘さはマイルド、いくらでも食べられそうで怖いです。我慢します。開封後にジッパーバッグに入れましたが、翌朝にはシュガーがしっとりしています。期限が短いのはこういう理由でしょうね。1個ずつラップしてジップバッグに入れて冷凍します。解凍はラップのまま自然解凍です。前日に冷蔵庫に移して解凍しました。少し硬くなっていますが問題ないです。美味しいです。いちごミックスこんにゃくゼリー968円です。とちおとめとスカイベリーの2つのフレーバー。いちご果汁は栃木県産、製造は群馬県です。賞味期限は12月3日です。とちおとめが29個、スカイベリーが28個なので合計57個。1008g、目安は56個入りということなので1個得した気分です。はい、中身は 18g、スカイベリーは13キロカロリー、とちおとめは12キロカロリーです。こんにゃくなので固めのゼリーです。レビューのために器に出しましたけれども、袋から直接の方が食べやすいです。スカイベリーはほんのりピンク、少しグリーン感のある甘さ、爽やかなお味です。お名前はカタカナですけれども、産地は栃木。とちおとめよりも後に生まれた新しい品種です。
とちおとめゼリーより甘さを感じます。とちおとめの方はほんのりサーモンピンク。食べ慣れているいちごの風味です。スカイベリーより酸味があるかな。どちらも甘酸っぱくて美味しいです。父安ヨーグルトアソート 80g が24個で748円です。娘のリクエストです。青が低糖、赤がプレーン、黄色が瀬戸内レモンの3種類が8個ずつで24個入り、1個あたりは 31.17 円です。以前ご紹介した時はハニーフレーバーでしたが、今回は瀬戸内レモン味です。製造は広島県、賞味期限は6月27日です。甘味料にステビアを使った低糖のカロリーは52キロカロリー、甘さは控えめです。プレーンは73キロカロリー、糖質は一番多くなりますが優しい甘さです。カルシウムもわずかな差ですが一番多いです。瀬戸内レモン味は68キロカロリーです。レモン味は想像通りで爽やかです。口なし色素でほんのり黄色いです。尖った酸味もなくマイルドなのでお子さんでも食べやすいお味だと思います。この台形のカップは食べにくいんですけれども、ホームページによると中身が浮かずヨーグルトが分離しにくい構造になっています。またヨーグルトを発酵させるために最も効率の良い容器を研究した結果なんだそうです。ちなみにこの子のお名前はチーボーくんです。カファレルイタリアンバラエティセレクション 500g 入り1277円です。末尾77円のお買い得品です。原産国はイタリア、賞味期限は来年の1月です。カファレルチョコの特徴はヘーゼルナッツペーストを練り込んだチョコです。世界初のヘーゼルナッツペースト 25% も入れたチョコレートを生み出し、ジャンドゥーヤが有名です。以前にもゴールドパッケージをご紹介してますけれども、中身は同じです。でも2種類のバランスはランダムのようなので違いますね。今回はボール型ラテが14個、キューブ型ピエモンテは25個です。前回はボール型が16個、キューブ型が24個です。同じ 500g ですけれども、今回は1個少ないです。1粒あたりは 32.74 円、13g で75キロカロリーです。キューブ型の方はヘーゼルナッツペースト入りのねっとり系チョコの中にヘーゼルナッツがぎっしり入っていて、いかにもイタリアンチョコレートな味です。ボール型の外側も多分ピエモンテと同じヘーゼルナッツペースト入りのチョコで、中のガナッシュがカカオニブ入りのミルクチョコレートなのだと思います。いろんなレビューがあるので混乱しますが、私の食べた感想です。もうね、間違ってたらごめんなさいね。前回ボール型のガナッシュにクラッシュナッツが入っているとお伝えしましたが、ジャリジャリ感はカカオニブでした。その件についてはごめんなさい。ラテはピエモンテよりも甘いです。名前はラテですけれども、カフェラテではないのでコーヒー味ではないです。ラテはイタリア語のミルクチョコってことですね。見た目はリンドールミルクにそっくりですけれども、リンツの方が滑らかですし、カファレルのラテはイタリアンチョコ特有のナッティーな感じなので全く別物ですと私は思いました。クールドリオンクリーミースライスチーズ 250g が2パック1598円から350円オフです。メルマが掲載品です。セールを狙って買うようにしてます。原産国はフランス、賞味期限は8月28日です。クールドリオンは白カビチーズを作るブランドとして有名で、コストコではミニカマンベールが人気です。このクリーミースライスチーズも癖の少ないチーズなので使いやすいです。トーストにするといい感じに伸びます。クリーミーでとても美味しいです。冷凍するときは紙を挟んだままジップバッグに入れます。間に少しだけでいいので隙間を入れておきます。数時間経って固まったところで1枚ずつ剥がしておくと使いやすいです。凍ったまま使えます。
国産ミルクブレッド599円から100円オフです。メルマガ掲載品です。製造日は昨日、消費期限は明後日です。製造日より2日経っちゃっていますけれども、ふわふわです。アルミケースから出す瞬間が食べるより好きです。気持ちいい。焼かずに食べてもミルク感がしっかりあって美味しいです。保存しやすいようにカットしますが、なるべく厚切りです。この1枚がだいたい 100g、271キロカロリーです。アルミケース入り食パンのおすすめの食べ方は超厚切りです。それを半分に切って切り込みを入れます。表面を少しだけ焼きます。今回はクールドリオンクリーミースライスチーズを乗せました。1枚ずつラップして冷凍保存。凍ったままトースターで焼きますが、ピザトーストにしてから冷凍するのもおすすめです。凍ったまま焼きます。ビーガンプロテインスムージー 600g 入り1868円です。新商品です。有機オーツ麦など材料はすべてオーガニックです。有機イヌリンなどダイエットに嬉しいスーパーフードがミックスされています。砂糖は不使用、甘味料にはステビアが使われています。お好みの飲料とよく混ぜてと書いてあるので、牛乳などに溶かして飲むスムージーですね。原産国はオーストラリア。賞味期限は来年の10月です。開封後は冷蔵庫保存です。大豆パウダーに似てますけれども、昆布茶に近い緑がかったパウダーです。1杯分 60g はこの量です。これに対して飲料は 150ml。北海道猿別プレミアム牛乳にスムージーを溶かしてみましたけれども、もうね、溶けるわけがない。シェーカーで振りました。ビーガンスムージーだけど構わず乳製品使ってます。ドロドロして喉越しは最悪です。グラノーラの最後の方の粉々したやつに牛乳をかけたそれってわかるかな。お味はココナッツが効いていますが、大豆の粉っぽい香りも効いています。パッケージ写真はココナッツとキウイかながトッピングされていますが、このイメージに近づけようとも思えないくらいのがっかり味です。ドロドロと溶け残りがあって飲みづらかったのでブレンダーを使いました。今回は豆乳を使います。パッケージをよく見たらブレンダーを使うように書いてありました。滑らかなドロドロです。飲みやすくはなりましたが美味しくないです。さらにバナナ1/2本も入れたらかなりマシになりました。150ml の牛乳と合わせて346キロカロリー。満腹感は得られるので置き換えダイエットに向いていると思いますが、私は続ける自信がないです。オレンジなどのフルーツを入れるか、いっそケーキにしてみようかな。卵もバターも使ってビーガン意味なし。バーボンコーヒー 708g、2898円です。新商品です。樽のデザインですけれども紙です。バーボンに浸してからローストしているので 0.5% 未満のアルコールを含みますと書いてありました。お値段もそれなりにお高いです。参考までにカークランドシグネチャーのスターバックスハウスブレンド 1.13kg は1920円です。ホンジュラスのアラビカ豆 100% 使用。原産国はアメリカ。賞味期限が分かりにくいんですけれども、2023年の4月22日って読み方で合ってます？紙筒の蓋が開けづらいので小物入れとしては使いにくいですけれども、捨てるには惜しいデザインですよね。コーヒーとバーボンの両方の香りを楽しめますと書いてあり、言われてみればウイスキーとコーヒーの混じったような香りに思います。想像していたよりは軽く、むしろ普通のコーヒーよりもマイルドな香りです。色も明るめ、
油分もほとんどなくさらりとした豆です。電動ミルの性能により引きムラ、粗い性もあるかもしれませんが、抽出後も紅茶のような明るさです。ちょっと濁った紅茶みたいな色合いなので薄味に見えますが、ちゃんとコーヒーです。酸味、苦味のバランスもよく、全体的にマイルドでクリア。コクもしっかりあって美味しいです。ブラックが苦手な人でもブラックで飲んでほしい味わいです。インフューズドコーヒーとは漬け込みなどによってコーヒー以外のものからフレーバーを移して作ったコーヒーのことで、これはウイスキーに浸しています。心配していたアルコール感は全く感じませんでした。0.5% 未満ですし、熱もね加えてますからね。袋にはジッパーがついていますが、私はキャニスターに少しだけ移して 200g ずつフードシーラーで真空パックにしてから冷凍します。パッケージにはせっかくジッパーがついていますけれども、こちらもシーラーで封印です。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。